皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回は2020年下半期買ってよかったおすすめ文房具をご紹介します。商品のことはもちろん、私の普段の使い方、使う目的やメリット、デメリットなんかも詳しくご紹介します。こういう文房具ってイラスト用とか勉強用とか目的が違ったら逆におすすめできない文房具になるかもしれないので、合わせて見ていただけると嬉しいです。買ってよかったおすすめ文房具の一つ目は、穏やか色のラインマーカーマイルドブラッシュです。筆チップと細字チップ両方楽しめるツインタイプになっています。筆チップの先端はこんな感じ。細字チップの先端はこんな感じで、私はイラストを描いたり筆文字を楽しみたいんだと思ってこの25色を買ってみました。マイルドライナーブラッシュは5つのテーマ別に全25色、好みとか目的に合わせて色を選べるようになっています。こちらは左のページが全色のカラー見本、そして右のページには全色使ったフラワーフレームを描いています。発色がすごく綺麗ですよね。こんな感じで小さい細かいところもしっかり塗り込めます。線の太さは細字チップだと 0.5mm から 0.7mm、筆タイプの方は実際にどんな感じなのか見ていきましょう。こちらのカラーはマイルドバイオレット。結構私が大好きな色味になります。実際塗っていくとこんな感じです。スルスルスルーっと滑らかに描けます。この筆タイプは結構コシがあってすごく使いやすいです。軽い感じで描くと細めのラインになって、押し付けて描くと太いラインになります。細字チップの方も描き心地を見ていきましょう。この色はマイルドダークブルーです。ツインタイプになっているので、同じ太さのラインが描きたいなという時に、この細字チップすごく助かりますよね。逆に筆タイプの方は同じ太さのラインが引きにくいので、もし勉強用にこのマイルドライナーを使いたいなという時には、ブラッシュタイプではなくて、普通の蛍光ペンタイプがおすすめです。蛍光ペンタイプの方も太字と細字と1本で両方楽しめるツインタイプになっています。私はどちらも普段から使っていますが、今はマイルドライナーブラシの方がすごく使いやすいです。ちなみに5つのテーマは、渋マイルド色、和みマイルド色、親しみマイルド色、晴れやかマイルド色、ほんのり蛍光色という風に分かれています。私は渋マイルド色がお気に入りです。それでは筆チップと細字チップの書き心地のおさらい、そして裏写り具合も見ていきましょう。こちらの色味は上からマイルドグレー、マイルドラベンダー、マイルドダークブルーになっています。結構濃い色から薄い色まであるので、購入する際はできれば事前に裏写り具合を確認したいですよね。文字に関しては筆も細字もどちらも心地よく書けます。では裏写り具合見ていきましょう。ペラ？どうですか？ペラ？裏写りはしていないですね。紙の薄さとか質感によっても変わってくるので、これを 100% 信じないでください。買ってよかったおすすめ文房具の2つ目は、ノック式水性カラーペンのクリックアートです。この商品は2019年にグッドデザイン賞を受賞しています。実はこの商品、半年前に子供たち用に12色購入していました。使い心地抜群で、今回は36色購入しています。ノック式で乾かないというのが特徴なんですが、半年間毎日のように使っていたペンをちょっと見ていきましょう。子供が使っているのでペン先は結構潰れていますね。ペールブルーという色味で描いていきます。スカスカっとした感じはありますが、まだまだイラストとか文字は楽しめそうです。こちらは今回新しく購入した同じペールブルーの色味です。線の太さは 0.6mm になっています。子供たちが使っていた方はペン先が潰れているので太い線になっていますね。クリックアートのいいところはノック式でキャップがないのに乾かないというところです。裏写り具合はこんな感じ。本当に使いやすいので、お子様からお年寄りの方までおすすめの文房具となっています。この36色を買った後にクリスマスアイコンのイラストを描いてみました。パキッとした発色になっているので、カードなんかにもおすすめです。買ってよかったおすすめ文房具の3つ目は、水性ペンのピグマシリーズです。イラストを描くときはもうこれがないと始まらないというくらい愛用しています。
今までは 0.3mm を使っていましたが、0.2 と 0.1 も買い足しました。ペン先はこんな感じですっきりしています。早速書き心地を見ていきましょう。私は主にイラスト用で使っていますが、文字もかなりサラサラっと滑らかに書けます。耐水性のペンなので本当に水に強いです。ノートとか手帳、手紙やイラストはもちろん、図面とか保存用の書類、重要な書類とかにもおすすめです。0.1 などの表示はこの本体の横の部分とキャップの頭にもついています。動画ではあまり伝わりにくいかもしれないですが、私はイラストを描くときも文字を書くときもふわっと書くのが習慣になっています。ペン先が細いので筆圧が強めの方はちょっと注意が必要です。カラーバリエーションは黒、セピア、赤、青、緑です。セピアもすっごく人気なので今度使ってみたいなと思います。今回は 0.1、0.2、0.3 と書き比べをしていますが、正直近くで見てもあまり違いがわからないですよね。裏写りはこんな感じ。いろんな紙で試していますが、ほとんど裏写りはしません。で、一番大好きなところがにじまないというところです。こういうマーカーはもちろん水彩絵の具とかでも全然にじまないので大好きです。実際にイラストに使っているところを見ていきましょう。0.3 と 0.2、0.1 を使っています。こちらの冬のフレームは 0.2 と 0.1 で描いています。線が細いですね。このピグマの中でもどのペンが一番使いやすいかというと、やっぱり一番は 0.3mm です。このリトルミーのイラストはすべて 0.3mm で仕上げています。使っているうちにもっとここは細かく描きたいなとか、そういう欲が出てきたらどんどん細いペンを追加するのもありですね。私はそうしてみました。買ってよかったおすすめ文房具の4つ目は絶滅危惧種のマスキングテープです。これは近くの文房具屋さんで見つけて購入しました。これをインスタのストーリーであげたら、文房具屋さんで働く方たちから結構たくさんのダイレクトメールが来て、めちゃくちゃ人気で売れているみたいです。売上の一部は寄付されて絶滅危惧種の保護活動支援に役立てられるそうなので、なんかすごく嬉しいですよね。私が持っているものは一部ですが、このイラストとか文字とかすごくツボです。特にこちらの幅 27mm のタイプのマスキングテープがお気に入りで、手帳とかノートによく使っています。連続してペタッと貼るというよりは1個ずつ切り離して使うことが多いです。幅 27mm の大きめサイズのマスキングテープをノート一面にペタッと全種類貼ってみました。陸の絶滅危惧種とか鳥の絶滅危惧種、あとは海の中の絶滅危惧種とテーマ別に分かれています。私はハシビロコウがお気に入りです。その他 15mm 幅でいろんな絶滅危惧種のマステが販売されています。売り切れているものもたくさんあったので、今回は黒サイをゲットしましたが、全種類揃えてみたいです。イラストの背景がホワイトなので、こういったマンスリータイプの手帳にも違和感なく可愛く使うことができます。これは私の毎日絵日記のノートです。絶妙で本当に使いやすい大きさなので、ウィークリータイプの手帳にもこういう風に活用しています。マスキングテープはこういうお気に入りのものを大切に使っていきたいです。買ってよかったおすすめ文房具の5つ目は収納グッズになります。こちらは100円ショップセリアで形違いで売られている収納グッズです。今までは左に写っている縦型の収納ケースを使っていましたが、めちゃくちゃ使いやすいので形違いで揃えてみました。私はシンプルで揃えられるものが大好きです。文房具はすべて IKEA で買ったワゴンの中に揃えているんですが、カランのこの収納ケースを一つ準備しておいて、その日使う文房具を入れて毎日使っています。同じ場所でずっと作業をするということが少ないので、さっと持ち運べるように工夫しました。こんな風に一つ持ち運べる収納ケースがあるとすごく便利です。リビングで作業をするときや仕事部屋でするとき、こたつの上でするときとかかなり役立っています。手帳にイラストを描くときもあらかじめ色を決めておいて、そこから書き出すことが多いです。透明のケースだとたくさんあってもすっきり見えていいですよね。私はどこに何があるのかパッとわかるというのが好きなので、このような形になりました。
いろんなペンたちは優先順位ごとにこういう風に分けているんですが、あとはこんな感じでホッチキスとか小物系は背の低い収納ボックス、あと一番手前には3分割された一番背の低い小物入れを置いています。分けておくと戻す時もすごく楽なんですよね。はい、じゃあ戻していきましょう。ここでのポイントはやっぱり余白を作っておくということです。先ほど言ったみたいに空の収納ケースを必ず一つ置いています。買ってよかったおすすめ文房具の6つ目はこのミッフィーちゃんのライトです。シリコン製のソフトカバーでできているのでぷよぷよっとしています。中性洗剤で水洗いも OK です。このぷっくりとしたフォルムがインテリアとしても可愛いですよね。このライトは6段階調節ができます。赤ちゃんがそばで寝ていたりして、でもライトをちょっとつけたいという時とか、間接照明としてはすごくおすすめの商品になります。勉強用にはちょっと不向きです。夜だけ使うなら週に1度の充電でも十分です。私はたまにパソコンで充電しています。充電する USB ケーブルはイエローです。大きな電源アダプターもなくて充電も簡単、そして何より持ち運びが便利というところが私のおすすめポイントになっております。このライトはミッフィーちゃんだけじゃなくてミッフィーちゃんの仲間たちのライトも販売されています。めちゃくちゃ可愛いのでぜひぜひ一度チェックしてみてください。ちなみにこの電球は LED モジュールというものを採用されているので長時間つけて触ったりしても熱くないので本当に安心です。これで夜中とか早朝のちょっとした手帳タイムがより楽しくなりました。手帳タイムということで今回は2020年下半期買ってよかったおすすめ文房具をご紹介しました。2021年もいろんな文房具を試して皆さんにシェアできたらいいなと思います。この動画が良かったよという時には、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。